ホンダ YouTuber こと松本です。現代前でございます。今日もまたお越しいただいて、ありがとうございます。なんかすごいの見られるって喜んできちゃった。今回は以前発売したタイプ R 用のチタンマフラー、こだわりが詰まった製品になってますので、めっちゃこだわってるでしょ。かなりこだわり、かなりこだわってる。SNS でさ、なんか高いとかね、高いとか高いとか高いとか言われてますけれども、それに見合ったものだっていうことをご説明していただけるってことですよね。じゃあ山谷さんさ、これ気になるスペックというか性能というか、それちょっとご説明いただけたらなと。まずチタン、フルチタンのフルチタンになってますので、一番の売りはやはり軽量化が一番の売りです。純正が約20キロ弱ぐらいの一本物のサイレンサーがついてるんですが、これが約8キロ、8.5キロですね。純正の半分になってます。やっぱり重量で半分ってかなりすごいことなので、ここは一番のこだわりの部分ですね。当然音質だったり、音にもこだわりを持って作らさせていただいている。当然車検対応の交換用マフラー登録されてますので、安心して使っていただきます。で、パワーの部分なんですが、今のタイプ R が2リッターのターボのエンジンの車なので、絶対的な最高出力っていうのは、ECU だったり、タービン変えたりとか、そういうチューンになっていくんですが、今回のこのマフラーに関しては、まず一番初めは軽量で車が軽くなるということなんですが、ここまでいく中間のトルクの部分を、お客様にご体感いただけるかなと思ってます。中間トルクアップをしているので、そこに到達するまでの、スピードというか、自分の体をこう引っ張っていく力強さ、そういったのが違いがお客様にご体感いただける。数字ではちょっと開示はしてないですね。これは大人の事情みたいなんで、そこはご理解くださいと。前回のヒットのマフラーもそうだったと思うんですが、数字での開示ではしていなくて、狙ったところをちゃんとしっかりトルクが出ているというのを。山谷さん、これがフロントパイプ。前半分の部分になりますね。の構成部品ね。全部チタン製で。これ全部チタンなの。ステなんかも全部チタンでできてます。これすごいよね。これチタンですよ、これ。どうやって作ってんのこれ。持っていただくと、見た目と体感が合わないぐらいの軽さだと思うんですけど。全然合わないよね、これね。めっちゃ軽いよね。で、チタンのパイプをこれ曲げて、なおかつここ絞ってんの。そうですね。これだけですごい高くない？時とかも全部手作業で針を取って面取りして。そうだよね。で、これ全部パイプもチタンだと。フランジもチタン。フランジもチタンですね。エンジンの下側、触媒の後ろ側について、1時と2時のサイレンサーがついて、ここから、後半のパイプにつながっていくという流れですね。これの売りは？一つ大きいのは、フランジの部分なんですけど、ここまで全部チタンにこだわって。これもチタンなの？見た目と重さがこれも釣り合わないよね。もう目で見て感じるのと持ったのが全然違うと。なんかね、感性とずれてるよね。で、めっちゃこれ綺麗だよね。そうですね。ここもなんか秘密あるんでしょ。こだわりの溶接ですので、ご紹介していきます。山谷さん、そもそもチタンってさ、なんで使ってんですかね。前回フィットのマフラー見ていただいたと思うんですけど、あれはステンレスで、今回タイプ R 用のやつに関してはチタン材を使ってるんですが、やっぱり一番のメリットとしてはやっぱ重さ、軽さの部分が一番違くてですね、ステンレスの大体3分の1ぐらいの比重になっているので、同じものを作ったとしても重量が3分の1で済んでしまうというのがやっぱり一番のメリットだと思うんです。今回この材料のコストがすごい高くてですね。どのくらい違うんですか？一概にはちょっと言えないんですけれども、一部ではステンレスの約10倍ぐらい。10倍？じゃあコストは10倍？10倍ぐらい、素材としては10倍ぐらいかかってしまうんですけど、実際作って完成形のものの重量自体も3分の1ぐらいになるので、そういう意味で言うと使用する材料が少なくなるので、コスト、全体としては同じく3分の1、3倍ぐらいっていうふうに見ていただければと。なるほどね。どうしても物自体の素材が高いので、どうしてもコストはかかってきてしまう。で、これはさ、中間から後ろなんですよね。そうですね、こちらがリアセクションの構成部品になりますね。チタンってステンレスと溶接ができないので、こういう車に止めるステーの部分とか、これが一緒にくっついてくるんですけども、こういうところもチタンで作らないと溶接ができない。こういう部品にこだわって全部チタンで作らさせていただいて。一つ特徴的なのが、このリアピースのサイレンサー2本出しリアルになってるんですけれども、
実は音質にこだわっていて、中身が左右別なんですね。同じじゃないの？同じ部品じゃないんです。右と左で中身が違う。ただこう2種類中身が違いますっていうのは、この2種類違いを見ていただけると本当に違う部品だっていうのが分かるんですけど、こういろんな、音を試していく中で高音域を消したい、中音域を消したい、こう官能的な音質にしたいというところで、左右でそれぞれやっぱり消す音だとか、響かせる音っていうのを変えていってこだわりの音質を作っていくっていうのをテストを重ねていく中でベストなサイレンサーを作っていったっていう形ですね。何種類ぐらいテストしたんですか？言える範囲で結構ですけど。もう本当に10セットじゃ効かないぐらいは作ってますし、その音の音質のテスト自体ももう数十回実際に走って撮ってみて、人の耳でも聞いて、じゃあどれがいいんだっていうのをこだわりながら作って、トライアンドエラーを繰り返しながらサイレンサー長いものを作ったり短いものを作ったり、中の消音材の量を変えたりとかっていうのをしながらベストなものを探っていって、今回製品になっているっていうのがこだわりの。こちらが先ほどご紹介したサイレンサーの中身の部分なんですが、この外側のアウターの筒自体は左右同じものなんですが、同じなんだよね。見た目は一緒。見た目は一緒です。一緒なんですが中身が違っていて、まず一つメインのサイレンサー、音を消す方はこのパンチングパイプとこのアドバンテックスっていう、吸音材ですね。これをメインに、中に詰めて音を消していく。でこれも結構優れていて、この袋自体がでんぷんでできてるんですね。でんぷん？はい。食べられる？はい。で詰めてエンジンかかって火が入っていくと、この袋が溶けてなくなって、この中に吸音材が広がってちゃんと音を消してくれる。かなり優れた。そんなの使ってるんですか？はい。一般的にはね、グラスウール。そうですね。昔のマフラーってよくグラスウールだったんですが、最近はこのアドバンテックスっていうものはよく使用されています。で、右と左で違う。はい、もう一つがこのグラスウールを使っていまして、この筒自体は先ほどあったように同じですね。でこのインナーが中身が違っていて、その形状違うのをお分かりいただけると思いますが、全然違う。はい。これにこういうふうにパイプが入って、少しだけこのグラスウールをこちらは中に使っています。音にこだわっていく中でやっぱり左右同じものではなくて別なものでやった方が官能的な音が出るっていうので、サイレンサーの中身自体も全然違うものになってる。で排気自体はここまっすぐ抜けていくんですが、このパンチングパイプから要は音が外に広がって壁に当たって音消えたりするんですが、これもそういう形状を変えることによって消える音、出す音を変えてこだわりながらサイレンサーを作っていくのが、なかなかお客さんの目には触れない部分ではあるんですが、こういう一つ一つのところにもこだわりを持って部品を作らさせていただきます。これもですね、実は若干こだわりの素材になってまして、普通チタン材ってこういうチタンのものそうだよね、なんですが、この一番排気に触れるところに関しては高耐熱のチタンなんですが、カッパニウムって言うんですけども、また違うの使ってる。また別な耐熱温度が高い素材を使ってます。耐熱温度が高いっていうことは、やっぱ耐久性が上がったりとか、そういうのを見てるわけですよね。そうですね。チタンって温度的に400度ぐらいで少しずつ強度が下がっていくような特性があるんですが、それで一番やっぱ排気の当たるところ、走行風が当たらなくて冷えないところに関してはこういう高温耐熱の特別な素材を使っている。こだわりはさ、製品見ただけじゃ分かんないよね。そうですね。我々もなかなかお伝えしきれていない部分ではあると思います。ちょっとチタンの溶接ビードのところをご紹介していきたいと思います。こちらが今回のビードなんですが、かなり綺麗に仕上がっているのが見ていただける。綺麗だよね。はい。で普通チタンってさ、チタンって火が入ると青くなったりとか色変わっていくって皆さんご存知だと思うんですが、これは要は金属が酸化している状態でして、そんなには変わらないんですが、細かい検査をしていくと強度的に酸化すると下がるんですね。でこういうのを出したくないというので、こだわりで酸化を防止するガスを使いながら溶接をしていって酸化しない溶接を作っていくと。実際製品車の下についてしまうので見えないんですが、先ほどあったサイレンサーの部分のこういう溶接のところが一切酸化してない、無酸化状態っていうのを目指しながら溶接している。じゃあそれもね、手間も暇もコストもかかる作り方です。だよね。これでよかったらもっと簡単
さんに安くできるけど、こだわりを持った。こだわっとここまで。こちらが溶接をした後なんですが、酸化してる溶接の後ですね。でこれをさせないために、ここからもガスを出るんですが、さらにこうずっと冷やし続けたい、ガスで、囲い続けて酸化させないようにしたいというので、横にアタッチメントをつけてですね、追加でガスが出るような仕組みにしてます。溶接終わった後回るから、回っていくところをずっとガスを当て続けるんですね。そうするとああいうふうに綺麗になる。酸化しない無酸化の溶接ができるようになります。こちらもぜひ見ていただければと思います。お願いします。こちらが先ほどあったガス当ててない方と、こちらがガス当てた方ですね。溶接のビートの違い、一目で見て分かっていただけると思うんですが。そうだね。別にガスシールしてるのしないので、これだけ違いがある。そうですね。はい。ガスシールも当然コストもかかりますし、時間もかかるところをこだわりながら作っている。じゃあフィニッシャーのところですね。当然性能にもこだわるんですが、見た目のかっこよさっていうのもこだわりたいので、フィニッシャー、これフィニッシャー自体もチタンなんですが、戦闘機のジェットノズルをイメージして、こういった形のデザインをさせていただきました。これ中もチタンのパイプで、外側もチタンでできたフィニッシャーです。この艶消しっぽい処理になってるんですが、サンドブラストっていう処理をさせていただいて、このような艶消しみたいな表面加工をしている。これも一個一個こだわったです。これが組み立てジグと、検査ジグも兼ねたものですね。マフラーの最後の組み立ての寸法の精度を出すのに非常にこだわる部分でして、リジットに染めていって寸法を出していくと。ここで各パーツを組み立てていって、最終的な溶接のラインに流れていきます。当然これの寸法が緩いと車につけた時に干渉したりだとか、出口の位置がずれてしまったりということがありますので、このジグの精度に関してはこだわって自社で設計をして、寸法が誤差がないように作っていくという組み立てジグになります。はい、こちらがですね、サイレンサーについているシリアルのロットと、あと登録番号のプレートになります。マフラー自体がチタンですので、このプレートもチタンでないと溶接ができない。チタンに対してステンレスって溶接でくっつかないので、今回プレートも全部チタンで作らさせていただいてます。なかなか車の下に入ってお客様の目にはあまり触れない部分ではありますが、こういったところもこだわって製品作りさせていただいてますので、部品番号とロットナンバー、あと車検の時に必要になる登録番号ですね、こちらがチタンでプレートとしてくっついてます。すごいね。これレーザー。そうですね、レーザーですね。はいはいはい。今音聞いたんですけれども、かなりいい音ですよね。かなり迫力のある今回の音色になってると。気になるお値段っていくらでしたっけ？税込みで64万9,000円になります。かなり高額にはなってしまいますが、今日の工程見ていただければ、お客様にもこだわり分かっていただけると思いますし、マフラー実際1本作るのにほとんど1日かかってしまうんですね。そうだよね、1日1本ぐらいしかできないってなんか言ってたよね。でかなり職人が時間をかけてこだわって作ってますので、だよね、あれだけの設備とご理解いただければと。だからね、月産20本ぐらいしかできないってことだよね。毎日やってるんで、そうですね。だからそこはね、やっぱすごくこだわりを持って作ってるなって分かったし、ああいう動画見るとね、適正な価格じゃないかなと私は思いますけどね。それ見ないとやっぱり金額だけで比較しちゃうとね、やっぱちょっと高いなっていう気はしたけど、あれを見るとやっぱちょっと価値観変わるかな。あんだけの工程でねやっていただけるっていうの、今後もですねこういった無限さんの情報、ホンダの情報、
車の情報 YouTube アップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。